おはようございます。安部義俊です。今日はちょっとカメラの話でもしようかと思って、とりあえず撮影しているのはシグマの FPL で、レンズは今日もロシアレンズでインダスターという、レンズの、50mmF3.5 ってやつをつけています。カビではなく多分これはレンズの曇りだと思うんですけど、そのせいでちょっと煙たいような、ちょっとしらっちゃけたような色と、今このシグマ FP のカラーモードのティール&オレンジがいい感じに混ざって、なんか割といい雰囲気の、画面になってるんじゃないかと思います。で、今この撮影してる時にちょっとここに今マイクがあるんだけど、マイクから変な音が出て、一回撮影止めて、あれってチェックしてたら、なんかドリキンさんからなんかLINE が、ずいぶん久しぶりですけど、なんか LINE でちょっとコメントというかメッセージをいただいて、ちょっとなんでしょうね、世間話をしているうちに、今ちょっとマイクがって話をして、で、その前に、ズームっていうメーカーの、M3っていうマイクがいいですよっておすすめされていて、M3 なんか良さそうですね。その後で僕もちょっと調べてみて M3 良さそうだったんで、まあ良さそうですよねみたいな話をして、また今のこの一発撮り、また一発撮りが相変わらず一度も成功してないですけど、一発撮りの、元々の発案者というか、始めた方であるとこの、写真家の西田渉さんという方も、今日かな、なんか、ズームの M3 を買って使っていて、なんか、非常に良いと言っていたんで。で、そんなこんなしてるうちに気がついたら今買ってしまって、なんでしょうね、スマホを経由して、散財ウイルス的なものがこっちにも来ましたけど、明日届くんで、それは楽しみなんですけど、まあカメラの話で、そうですね、なんかこんな古い、レンズとかをつけて、遊び始めてみたら、またカメラ面白くなってきちゃって、そういう写真を撮るためにそのカメラを常に持ち歩く習慣みたいなものも一回ちょっと途切れてしまったら、あんまり持ち歩かなくなってしまって、まあまたちょっとスナップ写真でも撮ろうかなと思って、と思ったんだけど、一番持ち歩くのに今持ってる中で適しているのは、今まさにこの撮ってる、このシグマの FPL で、僕、FPL の他に一個下のというか前のというか、無印のシグマ FP も持っていて、で、FP は今、奥さんが使っていて。なので、そうだな。まあ、これを外して持っていけばいいんだけど、今ここにいろいろとケーブルをごちゃごちゃ繋いで、SSD を繋いで、動かないようにガチャッとセッティングしちゃったんで、これを持ち歩くたびに全部今繋いでるコネクタを外して HDMI とかも外して持ち歩いて、で、また帰ってきたらここに繋ぐかっていうとちょっとめんどくさくて、FPL を持ち歩きたいっちゃ持ち歩きたいんですけどね。ちょっとなんてことのない時に持ち歩くようにすごく軽くて小さなコンデジが1個あってもいいかなと思って、そんなことを思ってるうちに、この間なんか何の話で出てきたか忘れちゃったけど、ライカのカメラを自分は昔持っていてみたいな話をしたときに、古いライカの T っていう多分ミラーレスに最初にライカが参入したときに出したカメラだったと思うんですけど、多分だからもう10年以上前の話で。それを中古で一度買ったことがあって、でその時にはだから僕、多分ね、ライカなんだけど、47,000円とかで、確かね、買ったんですよ。5万切っとるわ、みたいに思って。で、それをまた買い直してもいいかなと思って、今値段調べてみたら、もう、僕が買ったライカ T っていうのはなくて、その後に出た TL ってやつがあって、でもそれ価格見たら25万とかで、めちゃくちゃ値段が上がっててびっくりして。で、よく考えてみると、僕、ライカ T の他にも、レンズ交換式じゃないけど、ライカのX っていう、X1 か。無印の X か。APS-C のレンズが取り外せないタイプのカメラを持ってた時期があって。で、ライカのX1 もすごくいいカメラで撮ってて楽しかったっていう記憶が残ってて、X とかもどうかなと思ったら、僕もそれ買った時には多分8万いくらとか、そのぐらいで確か買ったんじゃなかったかと。で、10万するかしないかぐらいで買ったんですよ。でもそれも今見たらなんだっけ、中古で18万とか。だってもうライカのX1 とかだって、無印の X っていうのかな ?X2 が出たんですよね。で、その後に XE っていうのが出て、で、X バリオだっけなんかズームレンズがついてるやつとかが出て、その APS-C のシリーズ何台か出たんだけど、その一番最初に出たやつですね。が、もう出たの多分10年やっぱり以上前のやつで。
だから1600万画素とかで、性能的には多分今見たらだいぶ、古いカメラだなって、特に液晶とかもだいぶ古く多分今見たらなってるでしょうしね。なのに値段は上がってるんですよね。で、あとコンパクトなっていうと、だから、例えばだからソニーの RX100 みたいなカメラでも意外といいかもしんないなと思ったけど、それも中古で、でもRX100 だってでもとんでもなく昔のやつですよね。で、難あり品みたいな、多分だから古いから、液晶とかが、どうにかなっちゃってるような古いやつでも3万円以上しちゃったりして。そう。あとはだから僕が持ってる中で言うと、もう手放しちゃったけど、富士の XE2 とかを持ってた時期もあって、これもまた使っててずっとなんか楽しかったって言いながら、結局のところなんか、新しいの欲しくなって、なんか、資金繰りに悩んだ結果手放しちゃったりするわけですけど、XE2 はね、でもなんか、後悔したな。どうしても富士のレンズで完結してしまって、変なオールドレンズとか、あれだから僕はシグマ好きなんで、なんかシグマのレンズがついたらいいのになと思っていたりして、今でも富士って富士のレンズ出すことになったんだっけ？そうそう。富士のX マウント用にもシグマが出したんですよね。そうなってくるとまた話は別で。ただな、L マウントのシグマのレンズと共用できるわけではないので、レンズのマウントがあって、それぞれの会社の派閥みたいなものがあるから面白いっていう面もあるんだけど、なんか共用できないのもどかしいですね。だったりもするんで、だから僕が富士の XE2 を使ってた頃はシグマがまだレンズ出してくれてなくて、結局のところ、その当時はだからレンズ交換式で言うとシグマの SA マウントとソニーのアルファを使ってたんで、E マウントがあって、マウントがごちゃごちゃになってレンズの管理ができないっていうか、富士のレンズは他のやつにつかないので応用効かないなと思っているうちに手放してしまって、でも富士のなんかカメラでもなんか安いのがあったら色も綺麗だったしいいかなと思ったけど、軒並みなんかね品切れしてるか、やっぱり中古がすごい値上がりしていて、で富士に関して言うとなんかちょっと詳しい話を知らないというかあんま調べてないので間違ってたらちょっと申し訳ないけど、なんか微妙にちょっと炎上したことがあったらしくて、富士がライカのようなブランドを目指していくみたいななんか会社の方からのなんか株主総会かなんかで発言があったのかな。それで中古で品がダブついて値段が下がっていくような状態を避けるためにあえて製品の数を生産数を絞ってなかなか手に入らないような状態をあえて作っていくみたいな多分ニュアンスのことを言ったことで、手に入らない人たちはわざと手に生産絞ってるのかと思ったら、ちょっとやっぱ腹立ちますよね。確かに欲しかった人たちはね、作ってよって思うファンなんだからさ。で、買いたいわけだからさ。なので、確かにブランドを構築するっていう中で希少価値っていうか、なんかそういうの大事だっていうのはわかるんですけど、でも欲しい人には手に入るようにした方がいいような気がしますね。みたいなことがあったりして、意外となんかコンデジちょっと買おうと思ったら、どれも、僕が昔持ってたやつが持ってた頃にデジカメなんか特に、ちょっと喉がガラガラですね。デジカメなんか特に古くなるに従ってどんどん値が下がっていくと思ったから、昔のやつちょっと買い戻したら、売った時の値段よりもさらにちょっと安く買い直せたりするかなって思ったら全然で、ちょっとびっくりしましたね。特になんかライカなんかびっくりするな。なんかそういう話は聞いたことがあって、決してだからライカ自体は高いカメラだけど、いわゆるアップル製品とかと同じで中古で値崩れしないし、むしろ廃盤になった後で価値が上がって値段高くなったりしたりするものもあって、みたいな話を聞いていて、本当にそうなんだと思って。特にだから僕が買ったライカの T のシリーズとか、だから一時期はだから僕が買ったところが底値だったと思うんですよね。4万いくらなんて。ちょっといくらなんでも安すぎるんで。それがだから今20、その1個後の機種だけど、それでも20何万。性能的にはね、ほとんど同じだったはずですよ。だったりするっていうのを聞いて、と思って。いつか余裕が出たら、だから、ライカの、僕の持ってるこのシグマの FPL とかもライカとパナソニックとシグマでL マウントっていう同じ共通のマウントの規格でやっていくことになって、これはすごくいいことで、僕はだから前も言ったけど、ここにシグマの FPL があって、向こうにルミックスのパナソニックの S5 があって、どっちも L マウントなんで違うメーカーのカメラなんだけど、どっちのレンズも使えて、だからシグマのカメラにパナソニックのレンズをつないでもいいし、パナソニックの方にシグマのレンズつないでもいいし、でその L マウントのライカ SL っていうのがあって、
それが、今 SL が出て、SL2 が出て、で、今度 SL3 が、出るみたいな話になってて、例えば3が出たとこで、2とか、初代のノーマルの SL、無印の SL とかが安くなってたりし、だから安くなったところを狙うぞみたいなことをちょっと思ったりもするんだけど、結局のところ、ライカだから、むしろ値段上がっちゃったりしかねないので、難しいところですね。でもそうですね。製品が値崩れしていかないっていうのは、一個いいことかもしれなくて。なんかそういうことを考えると、そうだな。なんか SL とか SL2 とかをいつか欲しいかなと思って。ただ SL2 とかでかくなるんで、それこそ今言ったみたいな、僕が今言ったみたいな、スナップでちょっと持ち歩くようなカメラじゃないですけどね。話がまとまりがないですけど、ちょっとスナップ用のカメラが欲しいかなと思って。で、結果的に今どうしてるかっていうと、昔の、シグマの DP3 メリルとか、その後に出た DP0 クワトロとか手放さずに残している昔のシグマのカメラがあって、で、特に DP3 メリルとかはちっちゃいんで、そのあたりをスナップ用にちょっと持ち歩いてみようかなと思って。ただ、だいぶ昔のやっぱカメラなんでね。FPL を簡単にここにセッティングして使いたくなったらさっと外せるみたいな状況が作れるとよくて、今大変なのは、そこにってなんか見えないですけど、SSD はしょうがないし、繋ぐのも外すのも簡単だからいいやと。HDMI のもしょうがないし、もしかしたら繋がなくても動くかもしれない、使えるかもしれなくて、でもやっぱモニターでチェックしなきゃダメか。があって、あとは電源ケーブルを、バッテリーじゃなくて、AC アダプターで繋げるためにやってるんで、その電源のケーブルも繋いでるんだけど、これは最悪繋がなくても、バッテリーで運用して、どうせ10分15分喋るだけだから、で、終わった後で充電しとけばずっと使えるんで、その辺を外して、で、さらにマイクを、今ケーブルで繋いでるけど、これを外して、今言ったズームの M3 を本体にガシャッとつける、かどうかすれば、もしかしたら、なんかケーブル周りがちょっとスッキリするかもしれないですね。でも、そうすると、FPL を持ち歩きたくなった時に、本体にガシャっていっちゃうと、あれか、それを今度外さなきゃいけないのか。結局だから、そうだな、なんか、持ってきたいと思った時にもう、さっと持っていける状態にしたいんですよね。でも、この撮影に関して言うと、やっぱりボタンを押すだけで撮影できる状態をキープしたいんですよね。難しいですね。だからこのワタリックスタイルってボタン一つでっていうのは、その当の、西田渡さんもやっていたけど、オズモポケット3をつなぐのがいいかもしれないですね。ただ、FP で撮りたいんだよね。という堂々巡りの、話で、ちょっと今回は何の教訓もない、完全なダ話になっちゃって申し訳ないですけど、ちょっと、まさにマイクのあれと思ってた時に、ちょっとドリキンさんから、LINE が来て、結果的にマイクを買うっていうね、そこはちょっと面白かったんで、ということでした。ドリキンさん、ありがとうございました。ではでは。はい。